皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。燃料じゃないぞ、ヒュエルだぞ。今回は開催中のリンクフェスで使える初動1枚、リンクのみで先行1ターンキルできるデッキをご紹介します。メインギミックに使うのは、サムネにもある通り、この2枚のカード。トリックスタースイートデビルは、リンク先のモンスターが破壊され墓地に送られるたびに200ダメージを与えます。サクリファイスロータスは、このカードが墓地にあり、条件を満たせば、自分エンドフェーズ時に何度でも墓地から特殊召喚できます。これらの効果を使って、相手のライフを削り切ります。初動はティアスケール1枚、ない場合は戦士族に対足す1体ができれば成立します。それでは対戦動画を見ながら解説していきます。それではまず1戦目。手札に増援がありますので、初動のティアスケールをサーチします。ティアスケールを召喚、効果を発動。手札1枚をコストにダスキローグを墓地に送ります。墓地のダスキローグの効果でサイレントブーツをサーチします。ティアスケールが飛んでいるので、サイレントブーツを特殊召喚。戦士族に対でユニック召喚、聖騎士の服装イゾルデ。イゾルデの召喚成功時効果で適当にサーチします。イゾルデの効果発動、装備魔法カードを4枚墓地に送り、終末の騎士を特殊召喚。終末の騎士の召喚成功時効果でサモンプリーストを墓地に送る。続いて墓地のサイレントブーツの効果を発動し、シェードブリガンラインをサーチ。その誘発効果でティアスケールを特殊召喚。闇属性の終末の騎士とイゾルデでリンク召喚。暗影の闇霊使いダルク。魔法使い族のダルクを含むモンスター2体で修正魔法ボーテレーネ。テレーネの召喚成功時効果で魔力カウンターが置かれ、効果を発動。墓地のサモプリを特殊召喚。サモプリの効果を発動。手札の魔法カードをコストにレスキューフェレットを特殊召喚。テレーネのリンク先を確保するためにサモプリ1体でリンク召喚。アルテミス。イゾルデの効果で墓地に送った剣のきらめきの効果を発動し、アルテミスを墓地に送る。レスキューフェレットの効果発動。自身をデッキに戻し、合計レベル6になるようにモンスターをリンク先に特殊召喚。ここで特殊召喚するのはロータス、トリックスターヒオス、トリッククラウン。ロータスとクラウンでリンク召喚、トロイメ・ケルベロス。墓地に送られたクラウンの効果で 1000LP をコストになる特殊召喚。続いてヒオス1体でリンク召喚、トリックスターブルム。リンク素材として墓地に送られたヒオスの効果で特殊召喚。トリックスターモンスター2体でリンク召喚、トリックスターシートデビル。そして最後のリンク召喚、テレーネとクラウン。豪華モンスター2体以上でホロジックボマードラゴン。これでエンドフェーズ。墓地のロータスの効果でリンク先に特殊召喚。ボマードラゴンの効果でロータスを破壊。付随してスイートレビューの効果で相手に200ダメージ。また墓地にロータスがあるので効果で特殊召喚。デモンが破壊されて200ダメージ。お分かりの通り、これが無限に繰り返されます。200ダメージ ×40 回で8000ダメージです。大変なのは40回同じ操作をしなければいけないことですね。一応1戦目の解説なのでカットせずに倍速して流します。適宜スキップしていってください。リンクフェスでの動画ですが、よく相手のフォーサレンダーしなかったなって思いました。また2戦目以降の内容にもなりますが、初動が明らかにリンクじゃないので気になっていてくれる人が一定数いたように感じました。もし私の相手がこのデッキできたらもう言えません。ただ私は完全制圧というのはあまり好きじゃないのです。今回はイベントがためにという側面があって使っていました。実際勝率は五分五分といったところです。このデッキの弱点は手札妨害系カードで止まるのでとても普通にあります。走行しているうちにライフを切り切って対戦ありがとうございました。では2戦目以降必要な部分のみ流していきます。手札に増援があるのでティアスケールをサーチ。召喚して効果発動しましたがうららで止められます。もう一つの条件は戦士族に対足す1体なので手札のキルギレディを特殊召喚。2体でイゾルデから終末の騎士の流れは同じですがもう1体が足りません。そこでスモールワールドを発動。スモア用のカードが乙姫でこれでほぼ全てのカードにアクセスできます。ジョーカーズナイトをサーチして特殊召喚。これで条件が達成できました。あとはダルク、セレーネ、サモプリ、レッドでの流れです。3戦目後攻からです。お相手は聖眼デッキのようですがオルタナティブだけでターンエンド。手札のスモアで条件を満たしに行きますがウララチェックも兼ねてデュランダルを発動しキリビをサーチします。お相手はジェットドラゴンを追加してきました。ではスモアを発動、乙姫を中継しイアスケをサーチ。召
初動の気安家が通れば条件達成です。4戦目、特殊召喚できるモンスター+エクスパラディンの動きです。エクスパラディンの召喚成功時効果でツンナイトを装備し、特殊召喚で計3体を満たせます。5戦目、手札が複雑な場合で3体の条件を満たします。トリックプラウンを召喚してアームズセージを特殊召喚できるようにジョーカーも特殊召喚して3体成立。月が目の壁は絶対ではないですが、デッキに戻すため装備しました。6戦目、 GS で2体の戦士族を特殊召喚していきます。手札のゼアルコンストラクションは引きたくないカードをデッキに戻して、かつ GS をサーチできるため有用です。アセンドセージを特殊召喚、アームズセージも特殊召喚、2体でイゾルで、この展開だと通常召喚権を使わないので自由度があるかもしれません。デッキ編集中でしたのでスモアをサーチしておりますが不要カードです。イゾルデの効果で魔法カードを墓地に送るのでマジックストライカーを特殊召喚しやすいです。これで特殊召喚のみで3体の条件を満たせました。2体でリクロドクス、セレーネのための魔法使い族を用意します。7戦目、手札にロータスが来てしまった時の場合、ゼアルコンストラクションでデッキに戻す敵やすけの効果で墓地に送る手段を取れなければ不成立です。あるいはロータスの通常召喚を含めた上でエゾルデを召喚できれば成立できます。今回はその局面です。 GS2 体からエゾルデと終末の流れまで来て手札にシェードブリガンラインがあり、特殊召喚のみで3体成立。リクロドクスと終末からセレーネ、サモプリ、ベレットの効果で揃えたいレベル1を代替しなければならないのでイオスもしくはテリビ、チューンナイトを選択してください。ロータスを通常召喚しいつもの流れにします。ブラウンの効果を無駄に使ってしまいましたが、リンク先が空いていれば問題ありません。では8戦目、手札に終末の騎士が来てしまった場合について、終末の騎士はサモプリのために召喚しなければなりませんので、終末の騎士を含む3体を用意しなければなりません。そこでスモアからアセンドセージをサーチして条件を満たしました。ここからエゾルデで出すモンスターが変わるだけです。レベル3にして手助けを出したらもう少し展開を広げることもできますね。今回はアセンドセージを特殊召喚してます。イゾルデ、リクロドクス、セレーネ。ここでまさかのニギルを打たれました。もちろんニギルで基本的には敵ですが、サモプリの隠された効果によって継続。手札にまだ特殊召喚できるマジックストライカーがいたので可能でした。このために2体目のセレーネが入っていたり、リンクマーカーが下向きに3つあるリンクをデッキには一応入れています。ここからはいつものですが、せっかくなのでテルベロスの効果では相手のニビューも破壊しておきます。あとは同じですね。ということでここまでが実際の対戦内容でした。運が良ければダイヤ隊にも入れると思いますし、普段では8000ダメージ、落ちたら特殊召喚、5回破壊のミッションにとても役立ちます。ではデッキレシピですが、まずはかなりの対策のみのレシピです。リンクモンスターについては必要ないカードも入っていますので、対戦動画内で使用したものだけでも可能です。むしろ展開を止められた時用に別のリンクモンスターを入れておくといいと思います。続いてサモプリ用に愚かな埋葬と死者蘇生を入れたもの。愚かな埋葬でサイレントブーツを落として条件を満たすことにも使えます。あとは抹殺の指名者を入れて対策を増やすといったところでしょうか。では最後にスモアの展開図を載せて動画を終わります。左図が乙姫中継の展開図、右図が乙姫を含まない展開図です。動画内でも言及したように条件を満たすための必要なカード、特に気安けをサーチできるのがいいですね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。何かの形で参考になれば幸いです。それではまた別の動画でお会いできれば嬉しいのだ。よろしければチャンネル登録などよろしくお願いします。